それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、新しい恋愛的な出会いはありますかということで見ていきます。よろしくお願いします。3ヶ月以内に出会いがありそうかどうかっていうのを出していきます。1番をお選びいただいた方、アンモニアというカードです。はい、では、今回はエンジェルアンサーカードでまず答えを出していきます。3ヶ月以内にイエス or ノーで見ていきましょう。出会いがあるかどうか。そして右側にありますのがオラクルカード、何枚か引かせていただいています。そちらからもアドバイスカードをもらっていきましょう。はい、見ていきましょう。こちらです。もっと今よりも良いことあるよっていう風に武器を持った天使が出てきています。はい、もっともっとある something better、 いいことあるということで、3ヶ月以内、答えとしてはイエスなんじゃないかなと思いました。3ヶ月以内出会いありそうですね、こうやって見ていると。はい、ではなんかギフトのようにやってくるような気がします。サプライズだったりとか急な出会いとか、そういうこともあるかなと思いました。はい、いいですね。出会いがありそうということで、もう少し見ていこうと思います。イエスなので、じゃあそれは一体どんな出会いなのかとか、シチュエーションとか、その人とはどうなっていくのかっていうのももらっていこうと思います。そうですね。じゃあ先にタロットから出していこうと思います。その人とどんな風に、どんなシチュエーションで出会っていくのか見ていきます。はい、では画面に入っていますかね。見ていきましょう。カードの説明です。ソードの8、チャリオットのカード、そしてこちらソードのエース、こちらがペンタクルの、ページですね。そしてエンペラーのカードとワンドの8、そしてカップの9で飛び出してきているのが、これワンドの5番ですね。はい、ということで、この3ヶ月以内の流れを見ていくと、今より状況がぐっと改善するといいますか、いい出会いがあるっていう風になっていますね。今新しい出会いを求めている方にとっては、すごくラッキーチャンス到来っていう風に入ってきています。あなたの理想のお相手に出会う予感がします。そしてその方は社会的地位のある方だったり、リーダーシップのある方、リーダーシップ、そうですね、だったりとか、または体を鍛えているかなっていうイメージも入ってきます。スポーツをやっていたりとか、そうですね、体がキュッと引き締まっているようなイメージも入ってきます。あなたのことをとっても大切にしてくれる。そしてやっぱり急展開っていうカードが入っていますから、急激に物事が進んでいくとか、ばったり出会うとか、そういうこともありかもしれません。最終的にはカップの9なので、あなたの心を満たされるような恋愛がスタートする予感。すぐですね、間もなくです。今のあなたの現状のところにソードの8なので、なかなか動けていない私、そんなのが入ってくるんですね。なんか囚われていて、新しい出会いが欲しいけど、でもっていうところがどうしても自分の中にある。なかなか勇気が出ないとか、一歩踏み出せない出会いっていうところに対しては、自分から積極的になれないなっていうのが今の現状なんですが、多分もう間もなくですね、新しい出会いがやってきて、急激に物事が進んでいく予感です。そして中にはね、その急激に出会って急展開していって、すぐにお付き合いっていう可能性もあります。で、そして新しく出会った人、あなたのタイプの方だと思うんですが、その方といい感じになっても、ゆっくりと丁寧に育んでいくことが大切になってきます。あなたが誠実なお付き合いを求めているんだけど、お相手もそうなんですよ。なんですが、物事が急激に流れていくんですね。そこに対応しきれないとか、
戸惑ってしまうってことが出てくるかもしれないんです。またはたくさんの出会いがありすぎて、どうしよう、モテるみたいなね、そんなこともあるかもしれない。どなたにしようみたいなね、そういう時は一人一人と誠実に向き合っていきながら、そうですね、その中で時間をかけてどなたとお付き合いしようかってことを考えてもいいと思います。なんかそれぐらいね、モテ期到来っていうのが入ってきていますね。最終的には決めるよっていうのが入ってきているので、どなたかと交際するっていうのも入ってくるかなと思います。はい、シチュエーションを見ていきましょう。どういうシチュエーションで出会っていくのか、ルノルマンからもらっていきます。いいですね。心が今よりもぐっと満たされる、そんな3ヶ月後になっています。今この動画が5月に出ますので、8月ぐらいですね。8月の夏の真っ盛りの間に、あなたは満たされるような恋愛をスタートさせている可能性が高いです。どんなシチュエーションでって言ったら、カマのカードが出てきました。物事に一区切りがついた時、例えば今は恋愛で見てるので、あなたがもう過去に目を向けない、未来を向いて歩んでいくんだっていう風に決めた時とか、新しい出会いに向けて自分はもう向かっていくんだっていう風に決めた時、今あなたが出会いに向けて動けなくなっている原因は何でしょうか。そこに対してスパッと決めるんです。もう終わりだって。そして自分はこれから進んでいくんだっていう気持ちになった時に、物事は新しい出会いがね、やってくる。物事が流れていくでしょうっていう風に出てきています。またシチュエーションなので、自分が決意した時、そしてきっぱりと行動に移した時、もう出会いの中に飛び込んでいく。それ以外にも、これはシチュエーションで見ていくので、あなたが何かを決めようって思った時です。例えばスマホを買い替えよう、そうショップに行ってどれにしようかな、よしこれだって決めたとかね、そういう何かを決めた時、選択した時っていうのも一つのキーワードになるかもしれません。とある場所に行ってこれを決めました、これをくださいってオーダーしたとか、そういうことも入ってくるかなと思います。はい、では出会いがありそうっていうアンサーもありましたので、もう少し深く見ていこうと思います。オラクルカードからもらっていっています。こちらからヒントをもらっていきましょう。そしてその方とどんな恋愛をするのかっていうのも出していますし、特徴も出していますので見ていきます。はい、ではまずはですね、こちらのエンゲージメントカードからも見ていきます。その方の特徴です。ロジック、論理と情熱。はい、頭脳派、理論派なのか、それとも心の情熱なのかっていう、どっちもね持っているような方かもしれません。2枚出てきましたね。これも参考にしてください。その方の特徴です。そしてあとはこちらですね。よいしょ、こちらからも、特徴をもらっていきましょう。このカードは土星のカード、サターンのカードです。責任感が強い方とか、役職に就かれている方とか、年上っていうイメージも入ってきます。あとはメッセージインアボトル、はい、メッセージを送るとか、そういうメッセージですね。瓶の中に入っているメッセージなので、この方の中でそうですね、自分の本音をとかね、情熱とかを胸に秘めている方だと思います。熱い情熱を持っているかもしれません。カラーカードからはレインボー、虹色です。自然界のスピリットとつながる。はい、そしてこのカードは解放です。もうあなたを捉えているもの、動けなくなっているものから解放しましょうって。そしてこの涙が流れているように、流すものを流して次へ行きましょうって、そういうメッセージも入っています。そしてトランプからです。はい、こちら4番のカードです。そうですね、あなたにとってなんかギフト、サプライズが訪れる、うつうつとしていた日々から抜け出す、そういうタイミングがやってくると思います。まず新しく出会う恋愛相手の特徴です。あなたがこれから出会うのは、心をふわっと軽くしてくれる人かもしれません。まるでこのレインボーですね、虹が空にかかるように、あなたの日常に彩りと優しさを運んできてくれる方だと思います。このお相手は過去を手放すことの大切さをよく知っていて、いつも心の整理ができている方です。物を持ちすぎず、考え方もシンプルで、周りを自然とリラックスさせてくれます。外見は清潔感があり、どこかナチュラルで、よく笑う目がとても印象的です。
服装も爽やかでシンプルですが、センスが光る方でしょう。シンプルな服装を好むと思います。性格はおおらかで感情に素直です。話を聞くのが上手。あなたがつまずいた時にそっと背中を押してくれるような優しさを持っています。そして情熱的な一面も持っています。目標に向かって計画的に努力できるタイプ。論理的な考え方と感性のバランスがちょうどよく、自分の信念を大切にしながらあなたの意見も尊重してくれる方でしょう。職業は癒しや整えるといったエネルギーに関わるお仕事についている可能性が高いです。例えばセラピスト、インテリア関係、ヨガや整理収納アドバイザーなど、空間や心を整えることが得意な人かもしれません。またクリエイティブな活動やお仕事、また計画力が求められる職業、企画をしたり教育をしたり IT などですねに携わっている場合もあります。可能性の高い星座はお羊座または天秤座です。どちらも魅力的で行動力と人との調和を大切にする星のもとに生まれている方でしょう。可能性の高いイニシャルは M、R、Y のどれかが含まれているかもしれません。この人と出会うことであなた自身も本当の気持ちを大切にしようというふうに思うでしょう。そして前に進む力が育っていきます。この瓶の中に入っているメッセージ、ここからもその人のふとした言葉があなたにとっての大きなヒントや気づきになる可能性が高いです。はい、なんか心の本音を引き出してくれるような方かもしれません。あなたが今までとらわれている、そこから引っ張り上げてくれるような、優しく静かに気づきやヒントを与えてくれるような方。そしてレインボーが示す通りにサプライズですね、奇跡、その時しか味わえないとか、そんな場所に行った時とか、そうですね、なんか期間限定の映画館とか映画に行って見に行って、そこで自分の気持ちが盛り上がって出会い求めようっていう気持ちになって、いざ出会いを求めに行ったところでこのような印象のある方に巡り合う可能性が高いと思います。では、どんな恋になりますかって、この人と出会った後に交際の可能性もあると、3ヶ月以内です。そしてどんな恋ですかっていうのをここで出していってます。これは手放しとか許しっていうカードなんですね。あなた自身が今ソードの8が出てきているので、動けない、新しい出会いに対して前向きになれない、何か原因があるんじゃないかなって思うんですね。考えすぎてしまうとか、自分に自信が持てないとか、新しい恋愛をして本当にいいのかなとかね、そういう何か自分の中で決めきれないものがあると思うんですね。ただそこからすぐに戦車のカードが出ている通り、あなたはこの方と一緒に交際することによって、やっぱり自分に自信がつくとか、前に向かって進んでいこうとか、中には結婚を意識される方もいるかもしれません。それぐらいのものすごいエネルギーで進もうっていう気持ちが出てくると思うんです。そして肝心のじゃあどんな恋愛っていうところなんですね。手放す恋愛です。手放すことで始まる恋。あなたが出会う恋は過去をしっかり手放した後に訪れるすっきりとした優しい恋です。もう終わったはずの恋や心に引っかかっていた思いを整理したタイミングで新しいお相手が現れます。その人との恋は頑張らなくても自然体でいられる関係です。今のあなたが一番素敵と言ってくれるような温かい恋でしょう。一緒に笑ってご飯を食べて、日常の中に小さな幸せを見つけていける安心感のある恋になると思います。その人と一緒にいると心はふっと軽くなります。あなたは今よりもっと自分を大切にすることができるようになっていくでしょう。自分自身に許す、自分のとらわれていたことからもう許して解放していくんだっていうことですね。もう囲いの中にはいないよって、あなたがすごく葛藤しているっていうのが伝わってくるんです。いろんなことを葛藤していて、対人関係のお悩みもあるかもしれません。または自分に自信がないとか、その自分の中で決めていた枠からそこから抜け出すんだっていう、そういうなんか日常がキラキラするような、そんな出会いになると思います。1番さん、ラッキーナンバーは4、
そしてラッキーカラーはレインボー、虹色で撮ってみてください。虹色のものを身につけるとか、虹の絵文字をつけたりとか、ラッキーカラーやラッキーアイテムとして取り入れてみてください。それでは最後にアドバイスメッセージ1枚ルノルマンで引いていこうと思います。あなたは何に対して不安に思っているのかなっていうところです。新しい出会いについて、紳士のカードです。これは読み方は2パターンあって、一つはこちらにもある通り、過去の恋愛、過去好きだった人を忘れられないから新しい出会いに向けられない、気持ちが向かわないとか、とらわれている、過去にとらわれていたりとか、また今現在好きな人がいて、だから新しい恋愛ってどうなんだろうって、でもこの人ともうまくいかないし、自分は新しい出会いに目を向けた方がいいんじゃないかっていう、そういうとこがね、葛藤しているところがあるのかもしれません。気になっている人がいるっていうのが一つのパターンで、もう一つのパターンっていうのが、新しく出会う人にとらわれているです。これから新しく出会う恋、でもそれって本当に私幸せになれるのかなとか、また過去のように失敗するんじゃないかとか、恋愛に対してあなたが今前向きに捉えられないっていうような状況かもしれません。こんな人と出会いたいっていう理想はあるんだけど、果たして出会えるのかなとか、可能性ってあるのかなとかね、私って認めてもらえるのかなとか、そういうことで考えてるかもしれないですね。男の人、または思い人だったりとか、そうですね、男の人といいますか、見ている方にとっての恋愛対象の相手です。これから出会う人のことかもしれませんし、今とらわれている人かもしれませんね。はい、これがキーワードとして入ってきていました。そして選択肢からのメッセージです。もしね、今好きなお相手がいて、だけど自分は新しい出会いを見た方がいいんじゃないかっていうふうに悩まれている方っていうのは、そうですよね、じゃあどうすればいいのってところなんですけど、これから新しい出会いもやってくると思うんです。それはあなたが心を決めた時とか、はい、ズバッと決めた時とかね、自分自身に許しを与えた時に新しい出会いが訪れます。気持ちを切り替えた時です。なので今は誰と付き合うっていうことを決めないまま、新しい出会いも受け入れてもいいんじゃないって、例えば好きなお相手がいて、好きな人とだけここでしか私はやっていかないではなくて、もうちょっと広げてみて、新しい人が入ってきて、その中でね、いろいろと見てみてもいいんじゃないかっていうのも一つの、ヒントになるかなと思います。一人ではない、2人3人と出会いがあって、その中で自分が好きなお相手にしようってやっぱり戻るのか、それともね、やっぱり新しい出会い、この人の方がいいかもしれないっていうふうに思うのか、そこで見てみてもいいかもしれませんね。そして3ヶ月後ぐらいには誰にしようっていうのがはっきりと自分の中で分かるっていうふうに言われているので、今はまずね、受け入れてみましょうって。新しい出会いも、今好きな人も、過去に好きだった人のことも、いろんなことを枠をね、広げていきましょうっていう、そういうメッセージです。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。これはトラスト、信じる力っていうカードですね。最近恋に対してどうせうまくいかないかもと心のどこかで思っていたのではないでしょうか。でも実はあなたの中にはすでに本能という強いナビゲーションがあります。あれこれ考えすぎず、自分の気持ちをもっと信じてみましょう。例えばちょっと気になるお店にフラッと入ってみたり、直感で連絡したい人にメッセージを送ってみたり、そんな小さな行動が新しい出会いを運んでくれることもあります。あなたのいいなと思う気持ちは間違っていません。今は自分の言葉や思いを大切にする時期です。考えすぎず、静かに願いを空に伝えましょう。私ならきっと素敵な出会いを引き寄せられる。その思いが現実を動かし始めます。信じる力が現実になるというカードです。はい。どうですかね。あなたはすでに必要なすべての知識があります。不安は空に手放して直感のままに歩き出してみましょう。信じる気持ちがあなたを未来へと連れて行きます。というメッセージです。ぜひね、こちらもお受け取りください。
新しく出会う人の特徴とか、その人とどんな恋になるのかとか、また出会いそもそもありますかっていうことに対しては、今よりもっといいことあるよっていうふうに言われてるんです。それは出会った人と新しく始まる恋がいいっていう風になるとか、また出会うんだけどやっぱり私この人がいいんだよねっていう、そういう風に思えるようなことになるのか、いずれにしても今よりも良くなる、もっといいよって、全然良くなるよっていう風に言われてるので、ぜひ未来に向かって進んでみてください。今回は新しい出会いありますかっていうことに対してのイエス or NO、 そしてもしイエスだったらどんな人なんですかっていうところも踏まえて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、新しい恋愛の出会いはありますかということで、これから3ヶ月以内に出会いがあるかどうか、そしてもし出会いがあるんだったらそれはどんな人なのかという特徴を見ていきます。よろしくお願いします。2番をお選びいただいた方、こちらはターコイズのカードです。はい、ではまずはエンジェルアンサーカードですねから3ヶ月以内に出会いありますかというメッセージをもらっていきます。答えですね。今この動画をリアルタイムでご覧いただいている方は8月まで出会いがありますかっていうことです。そしてリアルタイムじゃないよっていう方でも、今見た時がタイミングですので、その時から3ヶ月以内というふうにして捉えてください。はい、では見ていきましょう。イエスのカードです。びっくりマークがついてるので、絶対出会うっていう風に言われています。間違いないっていう風にね言われてますから、もう出会うんですね。運命的な出会いかもしれません。今その好きな人がいなくて、自分恋愛したいんです、新しい恋がしたいとか恋愛したい、恋人が欲しいって思ってる人は間違いなくイエスっていう答えが出てるので、素晴らしい、すごいドキドキしてくるので、今からタロット出していくんですけど、流れもすごくいいものになるんじゃないかなっていう予感がします。ではタロットカードで見ていきましょう。はい、それでは見ていきましょう。素晴らしい流れになっています。もしかしてもう出会っていますか？もうすでに始まっていますかっていう風に出てます。最近新しく出会ったとか、いいなって思ってる人がいるとか、そうですね。もうすぐ出会うよっていう風に言われてます。もうすでに出会ってるか、今これからすぐ出会うかっていう風に、物事はもう流れに乗って軽やかに始まっていくよって言われています。はい、ワンドのエース、ワンドの2番ワールド、そしてジャッジメント、カップのナイト、こちらがペンタクルのキング、そしてソードのエースですね。すごくロマンチックなお相手です。この新しく出会う方、もしくは最近出会った方とか、もうすでに始まってるぞっていう風に入ってくるので、あなたの中でそれはそうだな、新しく出会う人に対しての期待感とかワクワク感とか、自分はもう新しい恋愛したいんですっていう風に胸弾ませているような状態、または最近気になる人いるんだよねっていうことで、その人を見るとドキドキするとか、そんな今の現状です。素敵な現状だなっていう風に思いました。最近気になる人がいるのか、もうすぐ目の前にやってきているのか、恋のチャンスがやってきているのかっていうことでドキドキする展開ですね。そしてそのまま順調に風に乗って流れていき、そのワールドが出ているので、3ヶ月後にはお付き合い開始、交際っていうところになるんじゃないかなと思います。2つの世界が融合して1つの世界になるとか、そういうことが言われています。あなたとお相手が一つになる
とかね、そこから始まるっていうのが入ってますし、お相手がカップのナイトなので、とってもロマンチックに伝えてくれる、愛をささやいてくれるような優しい人だなって思いますし、向こうからもアプローチがあると思います。はい、いいですね。これで2人で落ち着いた関係性をしっかりと育んでいくことがとても大切になってきます。またそれができるような関係性でしょう。相性がいいと思います。ぴったりだっていうふうに思うと思いますね。そして過去にヒントがあるかもしれません。ジャッジメントは再会とかも表しているので、今までに知り合った人の中から新しく恋愛がスタートする可能性もある。例えば今まであなたがお友達だっていうふうに思ってた人に恋心を抱いて恋愛がスタートする可能性もありますし、前にいいなって思っていた人との恋がまた再浮上してくるかもしれません。復活とか再会を表すジャッジメント、またはそこに該当しなくてもこれから新しく出会う人との間において、やっぱりこれお知らせ、良いお知らせ、結果報告ってこともあるので、やっぱりこの人で良かったんだとか、この人と出会って自分の見る目というか世界が変わったんだっていうふうに思えるような、そんなピタッとはまるような恋愛になっていくでしょうっていうふうに言われています。自分にとっては良いことだったんだって。そしてこの出会いがあったからこそ、過去に目を向けなくても良くなった、未来を向いて歩んでいけるっていう風にね、ご自身の中で胸が高まって、胸の高鳴りが響いてくるような、そんなこの衝撃的な出会いっていうこともあるかもしれませんしね。その前からの知り合いとか過去っていうのにとらわれなくても、あなたにとってのすごく良い出会いとかね、お知らせっていうことでとってもいいと思います。ソードのエースも入ってるので、やっぱり交際かなと思います。すごく波長の合う方、相性ぴったり、2人で同じ意思とか目標を持って進んでいける、会話が弾むとかノリが似てるとかね、趣味が一緒とか、とにかく相性がいいっていうのが入ってきます。相乗効果、なんか一緒にいると生活にメリハリが出てきて、さらになんかこう、よしもっと頑張ろうって、この人とコミュニケーションを交わしてるとすごく楽しいから毎日仕事頑張れるとか、お互い支え合っていけるような相性だと思います。はい、なんか素晴らしいですね。ということで、じゃあどんなシチュエーションで出会うのっていうのをルノルマンから1枚出していこうと思います。もしこれから出会うとするんだったら、それはどんなシチュエーション？ジャッジメントも出てるので、あとここのイエスとかね、ワンドのエースでもう今現在始まってるような気もするので、シチュエーション1回出しましょう。それはどんなシチュエーションで？熊のカードです。それはあなたを守ってくれるような場所または存在ですね。自分自身が守られているなっていうふうに思っている環境、恵まれてるなとか、あとはあなたのピンチを救ってくれるような瞬間、タイミングです。この人と出会う時、あなたが困っているところを助けてくれるとか、仕事上かもしれませんし、プライベートかもしれない、どうしようって悩んでいたり迷っているところにヒントをくれたり、頼もしい方ですね。頼もしいなって思える、この人と出会った時、そういうシチュエーションだと思います。あとはそんなに寒くはないので、今リアルタイムでご覧いただいている方は夏になっていきますよね。なので冷房がすごく冷えた寒いような場所ではなくて、どちらかというと温かみのあるような場所で出会うんじゃないかなとも思います。ではその出会う方の特徴について深く見ていきましょう。いやー、なんかこうロマンチックだし、向こうからも来てくれるし、いいのかなと思いました。はい、身長というカードと平等、公平性っていうカードが入っています。そうですね、慎重さがあるような、慎重に物事を動かしてくるような方、慎重だから動けないじゃなくて、じっくり考えて動いていく、そしてお互いの波長が合うとか、バランスが取れている、釣り合いが取れている、だからここワールドなんですよね。いいなっていう風にお互い感じるとか。こちらのカードは水亀座のカードです。とっても個性的、可能性の高い星座も水亀座の可能性が高いでしょう。そしてブレス、呼吸のカードです。となると、呼吸というと肺とかね、あとは気管とか喉とかも表しているかもしれません。
このあたりに特徴があるかも。例えば胸元にアクセサリーをいつもつけているとか、バストラインが綺麗だったりとかね、あと落ち着いてとか深呼吸しようとか、そういうリラックスしてくれる、リラックスを与えてくれるというか、この人と一緒にいるとリラックスできるって思えるような相手かもしれません。そしてカラーカードからはタンジェリン、みかん色、自主性と楽しさ、楽しいっていう風にやっぱり思えるのかなと思います。そしてこちらは、天秤のカードですね。心の声に耳を傾けようっていうカードです。そしてトランプからはこちら12というカードです。ここからラッキーナンバーとラッキーカラーをそのまま受け取ってください。ラッキーナンバーが12、ラッキーカラーがみかん色です。明るい鮮やかなオレンジですね。これつけてみてください。新しく出会う恋愛のお相手の特徴についてお伝えします。これからあなたが出会うのは温かくて誠実な愛を育ててくれる人です。この人は自分の心に正直で、人に合わせすぎず自分の感じたことを大切にするタイプでしょう。そしてあなたの気持ちにもとても敏感で、言葉にしなくてもそっと寄り添ってくれる繊細さを持っています。外見はシンプルで上品、流行に流されず芸術的なセンスを感じさせる方、洗練されているイメージです。清潔感があって丁寧な振る舞いが印象的でしょう。静かな雰囲気の中にも芯のある強さを感じさせます。または思いっきり派手かもしれません。水亀座は個性的なファッションっていうのも表しているので、例えばですよ、職場でみんながスーツでいるところにこの人だけ色味の違ったちょっとねおしゃれなネクタイ、個性的なネクタイをしてきたりとか、ジャケットを違うジャケットで羽織ってきたりとかするような個性的な一面もあるかもしれない。または洗練されたセンスの良い感じっていうのも入ってきます。性格はとても誠実で慎重な方でしょう。一度決めたことはじっくりと続けるタイプ。そして言葉の一つ一つに信頼が持てる方です。物事を平等に見ようとするような傾向もあると思います。水亀座は友愛、博愛的な意味もあるので、みんなに対して平等に接しようとすると思います。誰かと比べることはしなくて、あなたの個性をちゃんと見てくれるような方。可能性の高い職業は音楽やデザイン、美容、カウンセリングなど感性や心に関わる仕事をしている可能性が高いです。美やアートにも関わっているかなと思います。自分の世界を持ちながら人の痛みにも共感できる優しさを備えた人でしょう。星座は水亀座の可能性が高いです。または天秤座。自由な発想や公平性を大切にしています。何かの枠にはまるより自分らしくいることを選んで未来を見つめる力を持っている人です。可能性の高いイニシャルは S、T、A のどれかが含まれているかもしれません。この人との関係は急展開するよりもじっくりと育てていく関係。会うたびに少しずつ信頼が深まっていき、お互いのペースを大切にしながら心がつながっていくでしょう。このみかん色タンジェリンのエネルギーがこの出会いに明るさと楽しさを加えてくれます。はい、ということで、あなたのことをとっても大切にしてくれる、深く深くつながっていけるような、そして一緒にいるとやっぱり楽しい、この人自らが誘ってくれるデート、遊びとかどこどこ行かないとか、あと連絡ですね、くれるような積極的な方だと思います。はいですね。ではどんな恋愛になっていくのっていうことで、このロマンスエンジェルのカードから、1枚出しています。この人とどんな恋愛していくのか、こちらのカードです。これね、婚約っていうカードなんです。指輪はめていますね。婚約、これね、結婚に関わる約束なんです。なので結婚を前提にお付き合いしましょうっていうね、このカップのナイトもプロポーズカードって言われている通り、愛を告げに来るっていうカードなんですね。なのでこの方とは結婚を見据えた交際だったり、またはもうずっと一緒にいたいって思えるような、約束もしっかり守ってくれるような、そんな恋愛になっていくんじゃないかなっていうふうに思いました。イエス、間違ってないよっていう答えですね。
深まっていく約束の恋だと思いますね。あなたが出会う恋は心が通じ合い、しっかりとした信頼の上に育っていく恋です。最初から不思議と安心感が持てるでしょう。この人と先のことを考えてみたいと思えるようなお相手。お互いに思いやりがあり、ちゃんと話し合える相性なので、恋が進むほどに絆が深まっていきます。特別なイベントや将来の約束など、少しずつ2人の未来が見えてくるような誠実で優しい恋になるでしょう。その人との深い愛は信頼と時間が育ててくれます。あなたはこの方にとっても大切に愛されるでしょう。素敵な恋ですね。イエス、もうこの人だよっていうのがなんか直感的にピンとくる人もいるかもしれないですね。もうすでに始まってるよっていうサインが出てきているので。はい、ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていこうと思います。このターコイズのメッセージは忍耐を表しています。最近なかなか恋愛が始まらないなと感じていたのかもしれません。でも焦らなくて大丈夫。今は待つ力が未来を作っています。日々の中での小さな我慢や努力があなたの魅力を育てています。地に足をつけて自分のリズムで進んでいけば十分にあなたは素敵です。例えば通勤途中の景色を楽しんだり、自分の気分が上がる服を選んだり、そんな穏やかな時間があなたのエネルギーを整えてくれます。そしてその整った波動が自然と良い出会いを引き寄せてくれるでしょう。あなたは日々本当に頑張っています。その姿がちゃんと未来に届いています。無理に急がず自分のペースを信じて、花が咲くタイミングはいつだってぴったりなタイミングですからというメッセージです。素敵なメッセージ。はい。そしてルノルマンからもメッセージもらっていきましょう。婚約っていうカードが出てきているので、しかもカップのナイトだったりワールドだったりとかも入ってきているので、これはあなたにとって間違いないって思えるような恋愛になるんじゃないかなと思います。はい、1枚メッセージをもらっていきましょう。はい、クローバーのカードですね。これは小さな幸せが広がっていくとか、毎日の中に小さなヒントが眠っているよって、日々を大切にしてねって、そういうメッセージでもあるんです。小さなことかもしれない。でもそれを積み重ねていくことで大きな深い愛情へとつながっていくよ。日々出会いのヒントがあちこちに隠れているかもしれません。日常の中に潜んでいる可能性が高いです。どうぞリラックスして深呼吸して呼吸を整えて日々を過ごしていってください。楽しいことを中心に過ごされるといいと思います。楽しいことをやる、趣味を続けるとか、その中で出会いがありそうです。ぜひこちらを参考にしてください。今回は新しい出会いはありますか？答えはイエスです。はい、そしてその方の特徴とどんな恋愛になるのかっていうことを見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは新しい恋愛的な出会いはありますかということで、今この動画をご覧になってから3ヶ月以内、新しい出会いがあるかどうかっていうことを見ていこうと思います。よろしくお願いします。3番をお選びいただいた方、こちらはラリマーというカードです。今回は、エンジェルアンサーカードを使ってまず答えを出していきます。3ヶ月以内恋愛的な出会いはあるかどうか、イエスオアノーです。答えはどうでしょうか？はい、3ヶ月以内ありますか？こちらのカードです。はっきりと伝えるというカードですね。
何をっていうところもあるんですけど、でもはっきりと伝えますよっていうふうに言われてるので、これはイエスかノーかって言ったらイエスなんじゃないかなと思います。はっきりとわかるよってことですよね。はっきりと伝えるっていうことははっきりとわかる。それはあなたが新しい出会いを求めますよっていうふうにはっきりと意思表示するってこともそうだし、またそうではなくて向こうの方からね、はっきりとやってくる、自分で気づく、あ、この人だっていうふうに気づくのかもしれません。イエスなんじゃないかなと思います。はい、エンジェルアンサーカードもいろいろとカードありまして、例えば天使に尋ねましょうだったりとか、1年後だよとか、あとは方向性を選んでいきましょうねだったりとか、完璧なタイミングですよとか、考え直しましょうとか、いろいろ答えがあるんですが、その中でもこれははっきりと伝えていきましょうとか、伝えてくるよってことなので、答えとしてはイエスなんじゃないかなと思います。では3ヶ月以内の流れ見ていきます。はい、それでは見ていきましょう。カードカップの2番が出ています。現在好きなお相手いらっしゃいますかとか、気になる人いませんかとか、そういうことで入ってきてますが、いかがでしょうか。もしね、該当する方もいるかもしれない。そしてそれはあなたのすごく理想的な相手、夢中になってる人がいるようにも感じるんですが、どうでしょうか。カードはカップの2番、ソードのページ、つられ人、そしてワンドのキング、カップの9、そしてワンドの5、5番ですね。そしてこちらのカードがソードの、10のカードですね。ソードの10番です。ちょっとね、このソードの10番とかつなり人のカードが出てきているので、ちょっと気になるところではある。そして答えがはっきりと伝えましょうっていうことだから、そうですね、ルノルマンでもらっていこうかなと思います。そうですね、その方と喧嘩に近いようなこともあるかもしれないなと思います。すごく理想的な相手だって、ぴったりと相性のいいカップの2番、パートナーシップを育んでいけるような相手だし、この方は自分に愛情をすごく注いでくれるし、自分もすごい好きだっていうふうに思ってるけれども、ここのあたりですね、忍耐を表すつなれ人とか、少し葛藤、戦いですねが見られるワンドの5番があったり、周りのことを注意深く見ているソードのページが入っていたりするので、そしてソードの点もあるので、お互い思い合っているのに、何かこうね、引っかかるところがありますね。ノルマンで見ていきましょう。まずはソードの点に対して1枚もらっていきます。ソードの点に対して1枚。もちろんね、今この好きな人がいません、フリーです、新しい出会いを純粋に求めていますっていう方だとしても、すぐに出会いがありそう、理想的な相手。でも問題はその後なんですよね。でそこで何があるのかなっていうので、もう1枚出します。少し我慢とか忍耐を強いられるような、先が少し長いなっていうふうに思う。で途中で心折れたりするようなこともあるだったりとか、周りのことを気にしてしまうとか、またはいろんな情報が入ってきて落ち着かない、頭も心も落ち着かないから、ちょっと落ち着きたいなっていうような気持ちになったりとか、2人の関係性、絆っていうのはしっかりと育まれていくけど、周りっていう感じもしますね。補足を出していきながら見ていこうと思います。ルノルマンは一旦ここで、そしてタロットを追加するかもしれません。まずはその出会った後だったりとか、今現在好きな人がいるようにも感じるんですが、この後ですね、近未来どうなるのっていうふうに見ると、ヘビのカードですね。2人の恋愛を邪魔って言ってしまったら、ズバッと言うんですけど、邪魔してくるような人がいたりとか、または心の中の絡みつきですよね。蛇は嫉妬を表しています。ネガティブな感情とか情報に左右されてしまうっていうのが近未来起こりそうなんですね。お相手のことをすごく好きだから、
もしかしてあの人は他に気になる人がいるんじゃないかってことで悩んでしまったり、また噂話ですよね。あなたの好きな人が〇〇さんっていう人と一緒に歩いていたの見たよとか、そういう噂を聞くと、やっぱり私じゃなくてあのライバルの方なのかなっていうふうにね、考えてしまったりとかするのかもしれません。そしてこのソードの10の法則で1枚です。ブーケのカードですね。ギフト、サプライズなので、ソードの10っていうのは一つサイクルが終わる。で、痛みとともにそれは抜け殻のように抜けていって、新しい世界が始まっていく、新しい夜明けを表しています。夜明け前はやはり暗いから見えないと怖い、不安とか、また自分の中の痛みっていうのがスルッと抜けるタイミングなので、やはり痛みは伴うことがあるよって、でもそれはそこからまた新しく花開いていくことがあるんだよっていうふうに言われてます。じゃあその痛みって何っていうと、この辺なんですよね。ライバルの存在とか、競い合うとかね、あと周りのこと、噂話、いろんな情報が入ってきて混乱するとか、嫉妬も含まれてくると思います。それはあなたが嫉妬するのか、周りから嫉妬されるのかっていうことも入ってくるかなと思います。カップの8ですね。過去との決別、もう過去は見ないとか、それはお二人においてです。もし二人が喧嘩しちゃったとかね、出会った後に喧嘩して少し気まずくなっちゃったとか、進展しないからもどかしいな、嫉妬しちゃうし、いろんなこと考えちゃうし、そういうのを手放すっていうカードです。過去を手放して未来へ行く、そのヒントがやってくると思います。ヒントっていうのはブーケに入ってるかなと思います。ブーケはサプライズとか贈り物、ギフトですね。あなたにとって嬉しい喜びのことです。ちょっとここで気になるので、あなたとお相手、そうですね、お二人の関係性を見ていこうと思います。それは今好きな人がいる方も、そしてこれから新しい出会いを求めていますっていう方も、どちらも見ていきます。そうですね、はい、ソードの5番ですね。やっぱりそうですね、好きなお相手がいるとか、これから出会って一目惚れする可能性が大です。そしてお相手もすごく頼もしいし、自分の理想だし、相性いいんじゃないっていうふうに思います。そしてだけど問題点としては、じゃあ恋愛関係になっていくの、発展するのって、いい出会いだった、心ときめく、期待しちゃうって時に、あれなかなか思ったように進まないぞ、そして思った以上にライバルがいるとか、いろんなことが情報が流れてきて心が迷うとか、喧嘩するっていう場合もあります。そのお相手と自分が喧嘩しちゃう、付き合うのか付き合わないのかっていう前に喧嘩しちゃって、ちょっと疎遠になっちゃったりとかして、あと連絡してもなかなか返事が返ってこないとか、タイミングが噛み合わないとか、そういうこともあるかもしれない。でもあなたはこの人だっていうふうに思うんですね。最初はもうこの人っていうふうに思うんです。もうすでに思ってる人もいるかもしれない。その人とちょっとしたタイミングのズレとか、誤情報ですね、返信したしないとか、ちょっと遅延しちゃったとかで喧嘩っていう可能性もあります。ソードの5番とかワンドの5番っていうのが入ってくるので、やっぱり避けて通れないことがある。なんか間違って思っても見なかったようなことを言ってしまったとか、誤解されるとかね、そんなこと思ってないんだけど、自分としては丁寧に伝えようと思ったつもりが、相手になんか遠回しに捉えられてしまって誤解を受けるってこともあるかもしれません。なのでどんな時も好きだっていうね、この気持ち、ときめきを大切にしてほしい。そして喧嘩しちゃったりとか、いろんなこと聞いて迷ったりしても、やっぱりそれは本人にちゃんと聞いてみないとわからないし、仲直りするチャンスがあるから、終わりだっていう風に思わないでって、もうダメだっていう風に思わないでって、ちゃんと手放してシンプル化させること、そしてね、これはっきりと伝えるってことなので、
誤解があるんだったら誤解だよっていうふうにはっきりと伝えるってことだし、またお相手からはっきりと何か言われて傷つくっていうようなこともあるかもしれないんです。ただこの人には悪意はなくて、あなたが誤解している可能性もあるんですね。お相手的にはあなたのためを思って言ったことがなんか傷ついちゃったとか、その言い方ないんじゃないっていうふうに思うようなこともあるかもしれないよって。でもいろんなことがあっても何をはっきりと伝えるのか、こんな風に思ってるから嫌だよってことなのか、あなたがすごく素敵で好きなんだよってことなのか、喧嘩したくないよとか、喧嘩した後にごめんね仲直りしようとか、そういうことかもしれない。このはっきりと伝えるっていうのがキーワードとして入ってくるかなと思います。そうですね、お二人の関係性、お相手かなりスパッとした方、はっきりとした方だと思うので、あまりずるずると長引かせたくないようなタイプです。喧嘩したらその時は怒ってるかもしれないけど、すぐに次の日とか次の次の日ぐらいには元通りの関係で普通に自然に話していきたいなっていうようなタイプ、あんまり根に持たないタイプだと思います。その分はっきりと物事を言う人かもしれませんね。はい。そしてそこに対してあなたが優しさを持って接していく、あなたが合わせるのではなくて、すごく頼もしい相手だからあなたをリードしてくれる相手だと思いますし、あなたもすごく好きっていうふうに思うんです。なのでその絡みついてくるものをですね、そこからいかに抜け出していけるのかっていうのがポイントになってきます。はい、何かこのカードを見ているともうすでに、出会っているような気もしますし、全く身に覚えないっていう方はこれからもうすぐに出会うと思います。意気投合する。出会った後がちょっと待たされるっていう感じがするかなとも思います。では新しく出会う方の特徴として見ていきましょう。もしかしたら今好きな人に当てはまるかもしれません。エンゲージメントカードからは共感と挑戦です。これ大きなキーワードなので、共感、気が合うってこともそうだし、同じことを感じることもそうだし、あと挑戦っていうのが大きなキーワードになってくるような気もします。そして、オラクルカードからメッセージをもらっています。ラッキーナンバーは3番です。3のつく日時を参考にしてください。そしてこちらのカードは受け取る準備できていますよってことです。あなたはもう受け取る準備ができている。それは何か、答えはこれです。はっきりと伝えましょうっていう覚悟が決まっていますよ、準備ができていますよってことかもしれないし、何か受け取るとしてもあなたはもうその準備ができているってことですね。ラッキーカラーはインディゴブルーです。明確なビジョンを手に入れるなので、やっぱりはっきりとするっていうのが今回テーマなのかなと思います。このカードはロイヤルハート、誠実な心です。そしてアストロロジーのカードからは獅子座のカードです。なので可能性の高い星座としては獅子座の可能性が高いんじゃないかなとも思います。こちらから新しく出会う人の特徴を見ていきます。あなたがこれから出会うのは一緒に未来を作っていける人です。この人との関係は同じ夢や目標を持って進んでいける人生のパートナーのような関係になっていきます。そのお相手は今まで誰かを支えてきた分、今は自分も誰かに寄りかかってもいいと思い始めているのかもしれない特徴の一つですね。今までずっと頑張ってきた、一人で頑張ってきて、そろそろね誰かに甘えてもいいっていうことを知ろうとしている。それはあなたとの出会いによってそれを気づくっていうことかもしれません。あなたと出会った時、自然と助け合う関係を築こうとしていくでしょう。外見は健康的です。そして安心感を与える優しい雰囲気、または獅子座のカードも入っているので派手さ、華やかさっていうのもあるかも、オーラがあるかもしれませんね。目立つっていうのが入ってきます。そして笑顔、落ち着いた声、このあたりにあなたは惹かれるかもしれません。お相手の積極的に動いていく姿勢とか、仕事に向き合っている姿だったり、そして積極的かつオーラがあり誠実な心を持っている、そういうところに惹かれるんじゃないかなと思います。性格は思いやりがあり、人の小さな変化にも気がつくタイプでしょう。あなたの気持ちを察する力も高く、あなたの頑張ってきた姿や、そして
あなたの涙っていうのもそっと受け止めてくれるような心の拾い方です。職業は人の心や体を支える仕事、例えば介護、看護、教育、福祉、そして心理系などの分野にいる可能性が高いです。常に人に寄り添い、信頼される場に身を置いている方でしょう。そして獅子座のカードがあるので、リーダー的な存在です。組織の中のリーダーですね。チームの中のリーダーです。可能性の高い星座は獅子座です。自信に満ちたエネルギーと情熱を持っています。自分の夢にも人の夢にも本気になれるタイプ。堂々としていながら誠実で献身的です。あなたの人生に真剣に向き合う心を持っています。このお相手とは共感と挑戦がキーワードとなりそうです。あなたのやりたいこと、叶えたい夢を全力で応援してくれるお相手でしょう。そして時には一緒に挑んでくれる心強い味方となるでしょう。可能性の高いイニシャルは K、L、N のどれかが含まれているのかもしれません。そして一方で心のつながりを大切にしながらも、あなたが受け取ることに遠慮しないようにと、この人はそっと手を差し伸べてくれます。遠慮しがちな面があなたにはあるのかもしれません。なかなか本音を言えないとか、はっきりと伝えるのが苦手とか、そこを支えてくれるようなお相手。そしてインディゴブルー、こちらラッキーカラーでもあるんですが、こちらのメッセージです。あなたに明確なビジョンと心の静けさを与えてくれる色がこのインディゴブルーです。本当の願いをまっすぐに叶えてくれる、そんな恋の始まりが期待できそうです。そしてではこの人とどんな恋愛になるのかっていうのをロマンスエンジェルカードで出しています。そしてアドバイスカードで1枚ルノルマンでもらっていこうと思います。もうダメだって思った時に、やっぱりそうじゃないんだっていう風に、または新しい、これはまたねスタートなんだってことで、もう痛みを手放して、そして切り替えていくんだって、そういうね出来事もあると思います。はい、アドバイスカード山のカードです。はい、道のカードですね。はい、熊のカードです。やっぱりプレッシャーとか周りからの圧を受けたりとか、ライバルの存在とかですよねとか、あとライバルじゃないんだけど周りの人がいろいろ言ってくると、こうだったよとか、こうなんじゃないのとかっていう風になるんだけど、やっぱり決めるのは2人なんだよってことですね。道のカードが表しています。そうですね、例えば職場の中でいいなっていう風に思う人がいてというか出会って、だけど、職場の関係もあるしな、どうかなっていうふうに思ってるかもしれませんね。上司になんていうふうにね、どういう接し方をすればいいのかなって。職場の人もいるし、好きな人に好きっていうふうに言ったとしても、周りの目もあるしなって、そういうことも考えるかもしれません。課題とか障害とか乗り越えるべき目標とかを表す山のカード、そして目上の人からの圧、プレッシャーとか周りからのプレッシャーってことも表している熊のカード。一見頼もしいんだけど、ここに対して自分がはっきりと言えないような相手のがいるのかもしれないですね。そこに対して自分たちの恋愛は自分たちで決める、あなたの気持ちはあなたが決めるっていうことなのかもしれないです。またはお相手と、ぶつかった時でも仲直りしようっていうふうに自分から決めて動いていく、これがとても大切、話し合いが大切だよっていうふうに言われているので、ここは自分があなたが挑戦するべき課題なんじゃないかなっていうふうにも出てきています。はい、ではロマンスエンジェルカードからこの人とどんな恋愛しますかっていうので見ていきます。こちらのカードは和解です。仲直りとか、そうですね、そういうことが言われています。あなたがこれから出会う恋は過去のご縁が形を変えて戻ってくるような恋かもしれません。和解っていうのがあるので、もしくはこれから出会って喧嘩しても仲直りですよね。仲直りするような恋愛かもしれません。以前うまくいかなかった相手や思いがけない再会から始まる関係かもしれませんね。今回はお互いがもっと前よりも成長していて、ずっと素直に気持ちを伝え合うことができるでしょう。もう一度信じてみようと思える、そんな優しさに満ちた恋。または
出会った後に喧嘩しちゃっても、やっぱりもう一度信じてみようっていうふうにあなたが思えるのだと思います。あなたが流した涙がこの後今度は喜びに変わっていくような、そんな再スタートを感じさせるような恋です。過去は変えられなくても、今から未来は変えていきます。心を開いてもう一度その愛を受け取れば、きっと温かい光が差し込んでくるでしょう。受け取る準備ができているっていうことにもつながってくるかもしれません。あなたはもう受け取る準備ができているから、だからはっきりと伝える準備なのか、決める覚悟なのか、新しいスタート、もう一度スタートを切るのだということなのか、あなたはちゃんと未来を受け止めていけるんだっていうことを後押ししてくれています。では選択肢からのメッセージをもらっていきましょう。そしてですね、ルノルマンからも1枚アドバイスカードもらっていこうと思います。最後に1枚もらっていきましょう。はい、手紙のカードです。はっきり伝えましょうね、伝えるっていうカードです。手紙のカードは言葉にして伝えるとか、文字として伝える、はい、コミュニティツールを使って伝える、あなたの気持ちを届けていきましょう。そして選択肢、こちらのラリマーのカードは視点、新しい視点っていうのをメッセージとして伝えてきてくれています。今恋に対して少し見方を変えてみる時が来ています。恋はこうあるべき、こうしないと好かれないと思い込んでいることはないでしょうか。正しさよりもあなたらしさの方がずっと魅力的に映ります。例えば今まで選ばなかったタイプの人と話をしてみたり、行ったことのない場所に足を運んでみたり、そうやって視点を変えることで恋の可能性はぐっと高まります。あなたの中には優しさと柔らかさがちゃんとあります。あなたは誰かの心にそっと寄り添うことができますし、自分自身にももっと優しくなれます。世界はあなたが思っているよりずっと広くて美しい。見方を変えた時、素敵な出会いがふっと目の前に現れるかもしれません。あなたの心が開かれた時、新しい恋もやってくるでしょうと出てきていました、ね。すごくあなたが感性豊かで共感力のある美しい人っていうのがね、もう現れていますから、この海洋星っていうのも夢や理想を授けてくれる星です。あなたの夢、理想に向かって今歩み始める、はっきりと自分の中で表現していく、伝える時がやってきています。今回は新しい出会いは3ヶ月以内にありますかというのをテーマに見ていきました。答えははっきりと伝えていきましょうという答えでした。イエスかノーかって言ったらイエスなんじゃないかなと思います。はっきりと分かるとき。しかしいいな、もうこの人だっていうふうに思った方と、その間に恋愛が始まるまでにちょっとだけ忍耐待つっていう時間が訪れるかもしれないんですが、そういう時はきっちりと自分の心を整理して進んでいくんだっていう、そういうアドバイスも出ていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。3ヶ月以内に新しい恋愛の出会いはありますかということで、エンジェルアンサーカードを使っていきながら見ていきました。イエス・オア・ノーを最初に出していって、そしてイエスだった場合、その新しく出会う方の特徴についてお伝えしていきました。はい、1番をお選びいただいた方はトラスト・アンモナイトのカードです。2番はターコイズ、3番はラリマーという石のカードでした。皆様どれをお選びいただいたでしょうか。ぜひコメントにお寄せください。はい、では今回はプチ3択占いでこちらのエンゲージメントカードより3枚カードを出していこうと思います。あなたの魅力ってどこっていうことで、今ここ自信持ってねっていうところを1枚出していこうと思います。はい、この選択肢のカード、とても絵柄が綺麗でお気に入りです。はい、いいですね。
私は昔ターコイズのカードじゃない石が好きだったんです。好きな時期があって、ターコイズのアクセサリーとかをよく身につけていました。今はターコイズではなくて違う石を身につけることが多いんですが、皆さんもお気に入りのパワーストーンとかあったら教えてください。水晶はもうずっと好きです。はい、ずっとクリスタルは好きですね。パワーストーンのお店で働いているお友達がいまして、その子が結構パワーストーンを使ったアクセサリーとかを作ってくれたりするんですね。それで何度か作っていただいたこととかあります。私はこの車の運転免許を持っているんですけど、車のキーのね、キーホルダーっていうんですかを編み込んでもらったり、革製品が私好きなので、革とパワーストーンを組み合わせて編んでもらったものっていうのを作っていただいたりとか、パワーストーンがねこれとこれがいいっていう風に自分で決めて、それをお友達に編んでもらったりとかしていましたね。ブレスレットを作っていただいたりとかもしていただいたことがあります。そうですね、その過去はターコイズだったりとか、自分の好きなストーンをつけていました。はい、皆さんはそういう思い出とかあるでしょうか。小さい時から水晶クリスタルだけはすごく好きで、クリスタルとラピスラズリが小さい時好きで、子供の時に大きなというかこれくらいの水晶を自分で買って、その天然物ですね、全然綺麗に削っていないそのまんまのものを購入して、それをお部屋にずっと置いていたんですけど、何かね気がついたらいつの間にかなくなっていて、なんでなくなったんだろうなって思ってるんですけど、それはねまだ10歳ぐらいの時の話なので、なんでなくなったのかっていうのが全くわからないんですよね。今でもわからないんですけど、でもその例があったからかな、ずっと水晶は好きで、水晶だけはずっと持っている感じですね。あとラピスラズリも今家にあって、やっぱり幼い時からの好きだった石っていうのは飾っています。ターコイズはね今あるんですけど、ターコイズもあるな、あるけども身につけたりとかは今はないですね。はい、では3択で見ていきましょう。左、真ん中、右でお好きなもの1枚お選びいただいたでしょうか。では左をお選びいただいた方です。コミットメント。あなたの魅力っていうのはやっぱりお約束する力とか、自分で目標を決めてそれを達成する力ですよね。それが恋愛面で生かされています。恋愛とか対人関係ですね。あなたは決めたことをやり抜く、自分で決めたことはやる、有言実行タイプだったりとか、自分がねそうやってやっていく姿勢っていうのを大切に思ってください。自信持ってくださいね。これが私の魅力だって、例えば正直であるとか、人に対して優しく接するんだって、あなたが持って決めてるもの、信じてるものっていうのはそのまま魅力として現れています。自分でこういうふうに人に接しようとか、その気持ちがね魅力として現れていますよ。また手の絵柄が入っているので、手のケアを念入りにしてください。ネイルしてもいいし、ネイルしなくても手のお手入れできますから、すべすべのお肌にしておくこととかね、ハンドクリーム持ち歩くとか、そういうことであなたの手から魅力が溢れていきます。では真ん中をお選びいただいた方です。貢献っていうカードです。貢献は無償の愛とかね、ボランティア、誰かに対して尽くすっていうことです。物を渡してますね。あなたから渡す、それは何でしょうか。目に見える形のものかもしれないし、言葉のように目に見えないものかもしれない。あなたの優しさ、それを誰かに注いでいく。そのね、近所を歩いている小さなお子さんとかに優しさを見せるとか、困っている人がいたら助ける、バスで席を譲るとか、そういうことがあなたはもともとできる方なんだと思います。あなたが注いでいるもの、優しく注いでいるものっていうのがそのままあなたの魅力として映っています。どうか自分が今愛情、手にかけているもの、情熱を持って取り組んでいることでもいいし、多分自然と意識していなくてもやっていることだと思うんですよね。
特に人に対してやってることだと思うんです。それが魅力として映っていますから、自然体のままでいることです。はい、真ん中の方はもうそのままのあなたが魅力的なんです。その優しさがね、意識しなくても溢れているので。では、右をお選びいただいた方です。右の方は几帳面っていうカードです。スケジュールが入ってますね。チェックしていたり、チェックリスト作っていたりとかするので、こうやってあなたが計画性を持って進めていたり、スケジュール帳を持っていたりとか、日記をつけてるって人もいるかもしれないですよね。こうやって管理する管理能力っていうのがあなたの魅力なんだよっていうことです。何に対しても頭の中で段取りを組んでいたり、実際に紙にね書いて、何時に出発、何時に集合とかね、そういうことをあらかじめスケジューリングしているかもしれません。そこがすごく魅力的だよっていうふうに言われています。だからこれからもずっとスケジューリングすることをやり続けてみてください。癖としてあるんじゃないかなと思うんですよね。忘れやすいからメモしておこうとか、そういう癖があるのかもしれません。そうやって自分を整えていることにつながってくると思うんです。自分のことをケアすることにつながっていると思うんですよね。だってスケジュールを書いておいた方が頭の中整理されてすっきりするし、それがイコール心の整理にもつながってくるので、うまく自分自身を整理できる方なんだと思います。そこがね、魅力だっていうふうに言われていますから、それをぜひね、自分の中にそれが私の魅力なんだっていうふうに自信につなげてください。はい、ということで今回は3択のプチ占いを行っていきました。これからも様々なリーディング動画を投稿していこうと思います。もしリクエストなどありましたら、こんな動画どうですか、お願いしますみたいなコメントいただけたら、それを参考にしていきたいなと思います。ぜひコメントお寄せください。はい、では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チラでした。